レッスン1、いつ昼食を食べますか？こんにちは、アンナ。いつランチを食べますか？午後12時30分に昼食をとります。それは良い時期です。その頃は大抵私も昼食をとります。普段、どこで昼食をとりますか？私は大抵会社の近くのカフェテリアで食事をします。ああ、私は自分の昼食を家から持っていく方がいいです。それはいいですね。お弁当は毎日作るの？はい、料理は好きですし、いつも外食するよりも健康的です。私も同感です。お弁当も自分で持ってこなきゃ。試してみる価値はあります。お金も節約できます。あなたの言う通りだ。外食は高くつくことがある。さらに、材料を制御して、好きなものであることを確認できます。そんなことは考えたこともなかった。普段、昼食には何を作ってるの？サラダやサンドイッチ、時には夕食の残り物を作るのが好きです。美味しそうだね。サンドイッチも作ってみようかな。簡単で迅速です。きっと楽しめますよ。提案してくれてありがとう、アンナ。やってみるよ。どういたしまして、ジョンどうなるか教えて。私がします。もう一度ありがとう、アンナ。問題ない。おいしいランチを。あなたも。教訓に、キッチンの掃除はいつするの？こんにちは、アンナ。いつキッチンを掃除しますか？明日の朝、台所を掃除するよ。それはいい考えだ。前回掃除されてから久しぶりだ。ええ、仕事で忙しかったけど、本当に掃除が必要です。わかりました。クリーニングには時間がかかることがあります。もちろんですが、清潔で整理されたキッチンを持つことは重要です。私も同感です。料理がずっと楽しくなる。また、より衛生的です。本当？使っている特別なクリーニング製品はありますか？私は通常、多目的クリーナーと消毒用ワイプを使用します。便利そうですね。私も買わなくちゃ。クリーニングプロセスがはるかに簡単になります。店に行くときにいくつか買うようにメモしておきます。素晴らしい、後悔はしませんよ。普段、キッチンの掃除はいつするの？週に1回、通常は日曜日に掃除するようにしています。それはいいルーチンだ。私もそれを確立すべきだ。清潔で整頓された空間を維持するのに役立ちます。想像できます。キッチンが清潔なのは気持ちがいいに違いない。そうです。今週は爽快なスタートです。絶対にやってみます。インスピレーションをありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョンどうなるか教えて。私がします。もう一度ありがとう、アンナ。問題ない。ハッピークリーニング。あなたも同じ。レッスンさん、いとこを訪ねますか？こんにちは、アンナ。いとこを訪ねてくれませんか？はい、来週末、いとこを訪ねる予定です。それはいいですね。あなたのいとこはここからどれくらい離れて住んでいますか？私のいとこは車で2時間ほど離れたところに住んでいます。それほど遠くない。そこまで車で行きますか？はい、私が運転します。その方が便利だ。
訪問の具体的な計画はありますか？ハイキングに行ってピクニックに行く予定です。楽しい一日になりそうですね。ハイキングが大好きだ。私も。屋外で過ごすには最高の方法です。一晩滞在しますか？それとも同じ日に戻ってくるのですか？私は一晩滞在します。私たちは一緒に過ごす時間を最大限に活用したいと思っています。たまには日常から離れてみるのもいいものだ。間違いなく。大切な人と時間を過ごすことは大切だ。私も同感です。家族の時間は貴重です。週末の予定はありますか？まだ決めてないよ。何か読書に追いつこうかな。リラックスできそうですね。静かな時間を過ごすのもいいですね。絶対に。充電に役立ちます。じゃあ、穏やかな週末を過ごしてくださいね、ジョン。ありがとう、アンナ。いとことの訪問を楽しんでください。私がします。気をつけて、ジョン。あなたもよ、アンナ。楽しい時間を過ごしてください。ありがとう、さようなら。レッスン4、何時にオンラインクラスを始めますか？アンナさん、こんにちは。何時にオンラインクラスを始めますか？明日の午前10時にオンライン授業が始まります。それは良い時期です。授業はどのくらい続きますか？授業は正午まで2時間続きます。ライブセッションですか？それとも事前に録音されたものですか？ビデオ会議付きのライブセッションになります。それは便利です。講師や他の学生と交流できます。はい、そのインタラクティブな要素があるのはいいことです。オンライン授業はどの科目を対象としていますか？写真教室です。新しいテクニックを学べてワクワクしています。それは面白そうですね。特別な装備は必要ですか？そうでもない私のカメラと安定したインターネット接続だけです。課題やプロジェクトはありますか？はい、毎週の課題と最終プロジェクトがあります。総合的なコースのように思えます。きっとたくさん学べると思います。そう願っています。ずっと写真のスキルを向上させたいと思っていました。それなら、このオンラインクラスは絶好の機会です。間違いなく。便利で、どこからでもアクセスできます。他に同じクラスを受講する同級生はいますか？まだよくわかりません。最初のセッションで調べます。写真愛好家の仲間とつながるといいですね。はい、それも楽しみです。アンナ、オンラインクラスでの成功をお祈りします。ありがとう、ジョン。感謝するよ。どういたしまして。学習の旅を楽しんでください。ありがとう、ジョン。気をつけて。レッスン後、今週末にバーベキューをしますか？こんにちは、アンナ。今週末バーベキューをしますか？はい、裏庭でバーベキューをするつもりです。それは素晴らしいですね。バーベキューはいつに始まりますか？午後1時頃出発します。素晴らしい。友達や家族を招待しますか？はい、親しい友人と家族を何人か招待します。楽しい集まりみたいだね。何を焼くの？ハンバーガー、
ホットドッグ、野菜を焼きます。やむ、美味しいグリルバーガーが大好きです。私も。定番のバーベキューのお気に入りです。おかずやデザートは用意してくれますか？はい、ポテトサラダとサイドディッシュ用のフルーツサラダを作ります。美味しそう。味わうのが待ちきれません。そしてデザートにはグリルしたパイナップルにアイスクリームを添えます。バーベキューの締めくくりにぴったりですね。みんなが楽しんでくれることを願っています。きっと彼らはそうするでしょう。ゲームやアクティビティはありますか？はい、バドミントンやコーンホールなどのアウトドアゲームをいくつか開催します。それは素晴らしいです。みんなを楽しませ続けるでしょそれと音楽も流します。う。素晴らしい雰囲気のようですね。楽しみです。ワクワクしてくれて嬉しいよ。楽しい一日になるよ。招待してくれてありがとう。アンナ、感謝するよ。どういたしまして、ジョン君がいなかったら同じにはならなかっただろ飲み物を何杯か持ってきてシェアするよ。特に好きなことはある？う。レモネードやアイスティーがいいでしょう。中期。両方持ってきます。土曜日にお会いしましょじゃあまたね、ジョンバーベキューが待ちきれない。レッスン6、いつ家族に電話しますか？う。こんにちは、アンナ。いつ家族に電話しますか？今晩、夕食後に家族に電話します。それは良い時期です。どれくらいの頻度で電話をかけますか？少なくとも週に一度は電話するようにしています。それはいいですね。家族とのつながりを保つことは重要です。間違いなく。特に私たちは遠く離れて住んでいるので、彼らがいなくて寂しわかりいです。ました。距離があると、お互いに頻繁に会うのが難しくなります。はい、でもありがたいことに、私たちには連絡を取り合うためのテクノロジー家があります。族との電話は通常どのくらい続きますか？変動しますが、通常は30分から1時間程度です。追いつくのには十分な時間だ。はい、私たちは人生で起こっていることを分かち合い、話を交換します。ビデオ通話を使用しますか？それとも通常の電話のみを使用しますか？私たちは主にビデオ通話を使用します。その方がより個人的な感じがします。私も同感です。話している時に彼らの顔を見るのはいいことだ。会話がより有意義になります。ご家族とよく話し合うトピックはありますか？日々の活動、今後の予定、時には思い出について話します。それは素敵ですね。家族の会話はいつも特別です。彼らは本当にそうです。今は絆とサポートの時です。家族とのつながりを保つ努力をしてくれて嬉しいです。ありがとう。ジョン家族は私にとって重要です。それは私にとっても重要です。家族にももっと頻繁に電話すべきだ。きっと彼らは感謝するだろうね、ジョン。あなたの言う通りだ。それを優先するよ。思い出させてくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン家族にはそれだけの価値がある。レッスン7、明日、図書館に行きますか？こんにちは、アンナ。明日図書館に行きますか？はい、明日の午後、図書館に行く予定です。それは素晴らしいアイディアだ。いつに行きますか？
用事を済ませたら、多分午後3時頃に行きます。勉強するつもりですか？それとも本を借りて読むつもりですか？余暇に本を借りて読むつもりです。それはいいですね。特定のジャンルを考えていることはありますか？私はミステリーと歴史小説が好きなので、それらのジャンルの本を探します。それらは素晴らしい選択です。歴史小説も好きだ。本を通して様々な時代に飛び込むのは魅力的です。絶対に。特に気になる作家はいますか？アガサ・クリスティとケン・フォレットの本をもっと読みたいと思っていました。彼らは両方とも素晴らしい作家です。きっと彼らの作品を楽しんでいただけると思います。そう願っています。おすすめの本はありますか？ミステリーが好きなら、スティーグ・ラーソンのドラゴン、タトゥーの少女をおすすめします。あれは聞いたことがある。リストに追加するよ。ありがとう。どういたしまして。この図書館には行ったことがありますか？いいえ、初めてです。いい話は聞いたよ。幅広い種類の本が揃っている素敵な図書館です。それは知っておくと素晴らしいことです。探求するのを楽しみにしています。そこで勉強するのか、それとも居心地の良い読書スポットを見つけるのか。きっと居心地の良い場所を見つけて読書をしたり、静かな時間を楽しんだりできるでしょう。パーフェクトですね。図書館はとても平和な雰囲気だ。はい、リラックスして良い本を読むのに最適な場所です。アンナ、図書館で素敵な時間を過ごしてください。ありがとう、ジョン。感謝するよ。どういたしまして。ハッピーリーディング。ありがとう、ジョン。気をつけて。レッスン8、明日の朝は何をしますか？こんにちは、アンナ。明日の朝は何をしますか？明日の朝、医者の予約があります。すべて大丈夫ですか？ただの定期検診。はい、ただの定期検査です。心配することは何もありません。それは聞いてよかった。一人で行きますか？はい、一人で行きます。近くにあるので便利です。会社や乗り物が必要な場合はお知らせください。ありがとう、ジョン。申し出に感謝します。問題ない。何らかのサポートがあることは常に良いことです。私も同感です。誰かが気にかけていると知って安心する。医師の診察を受けた後の予定は？約束が済んだら、多分用事を済ませるよ。何か特別な用事はありますか？食料品を買って銀行に寄らないといけない。生産的な朝のようですね。他に何か予定は？そうでもない。午後はのんびりリラックスするよ。それは良い計画のように思えます。セルフケアは重要です。はい、自分のために時間をかけることは重要です。自由時間に好きな趣味やアクティビティはありますか？私は読書をしたり、散歩に出かけたり、ガーデニングをしたりするのが好きです。これらはリラックスしてくつろぐのに最適な方法です。はい、元気を取り戻し、心を清めるのに役立ちます。あなたを助けたりサポートしたりするために私にできることはありますか？ジョン、あなたの優しい言葉と友情はすでに大きな支えになっています。ありがとう、アンナ。
必要な時はいつでもそばにいます。感謝するよ。それは私にとって大きな意味があります。ドクターの予約がうまくいくといいんだが、アンナ。ありがとう。ジョン、どうなるか教えてあげよう。気をつけて、アンナ。明日が穏やかで良い一日でありますように。あなたもよ、ジョン。今日も素敵な一日を。レッスン9、朝食はいつ食べますか？こんにちは、アンナ。いつ朝食を食べますか？私は大抵毎朝8時頃に朝食をとります。それは一日を始めるのに良い時期です。普段、何を食べますか？私は新鮮なフルーツを入れたシリアルのボールを食べるのが好きです。それは健康的で爽快に聞こえます。特に好きなシリアルはありますか？私はオート麦やフスマフレークのような全粒穀物が好きです。シリアルにトッピングや添加物はありますか？私は通常、スライスしたバナナやベリーを加えて風味を高めます。これは味を引き立てる素晴らしい方法です。それと一緒に何か飲むの？私は大抵コーヒーかオレンジジュースを一杯飲みます。いい選択だ。私自身はどちらかというとお茶が好きです。お茶も素晴らしいです。一日の始まりに気持ちを落ち着かせる方法です。朝食は一人で食べますか？それとも誰かと一緒に食べますか？平日は大抵一人で朝食をとります。週末や特別な日にはどうですか？週末には家族や友人と朝食をとることがあります。朝食会は大切な人とつながる素敵な方法です。はい、お互いに追いついて楽しむのに最適な時期です。お気に入りの朝食スポットやレストランはありますか？そうでもない。私は大抵家で朝食をとる方が好きだ。家庭で調理した朝食が最高です。パーソナライズできます。それは本当です。朝食は自分好みにカスタマイズできます。明日、美味しくて元気の出る朝食を、アンナ。ありがとう、ジョン。あなたにも同じことを望みます。ありがとう、アンナ。これからの一日を楽しんでください。あなたもよ、ジョン。気をつけて。レッスン10、仕事に出る前にシャワーを浴びますか？こんにちは、アンナ。仕事に出る前にシャワーを浴びますか？はい、私はいつも朝出かける前にシャワーを浴びます。気分をリフレッシュして、その日の準備を整えるのに良い方法です。絶対に。目を覚まして注意力を高めるのに役立ちます。特定のシャワールーチンや使用している製品はありますか？私は保湿効果のあるボディウォッシュと優しいシャンプーを使うのが好きです。肌と髪のケアは重要です。はい、良好な衛生状態を維持し、セルフケアをすることが重要です。いつものシャワーはどのくらい続きますか？私のシャワーは通常約10から15分続きます。それなりの時間だ。効率的かつ効果的。節水にも気を配っています。それは素晴らしいです。どんなに小さな努力も大切だ。ありがとうございます。仕事の前に決まった朝の日課はありますか？はい、簡単な朝食をとり、ストレッチをするのが好きです。朝食と運動で一日を始めることをお勧めします。エネルギーと集中力を感じるのに役立ちます。私も同感です。
その日に向けてポジティブな雰囲気を醸し出すことが重要だ。朝の日課で特に課題やメリットはありますか？課題は急いでいるように感じることもありますが、そのメリットは準備ができていると感じることです。それは理にかなっています。準備が整っていると、その日の良い基礎が築かれる。まさに、整理整頓を保ち、順調に進むのに役立ちます。さあ、爽やかなシャワーを浴びて、仕事で生産的な一日を過ごしてください、アンナ。ありがとう、ジョン。あなたにも同じことを望みます。ありがとう、アンナ。素晴らしい一日になりましょう。絶対に、ジョン。気をつけて。レッスン11、何時に仕事を始めますか？こんにちは、アンナ。何時に仕事を始めますか？私は大抵毎日午前9時に仕事を始めます。それは一日の仕事を始めるのに良い時期です。仕事のスケジュールはどのくらいですか？私は午前9時から午後5時まで働いているので、今日は8時間労働です。仕事を始めるときに行う特定のルーチンやタスクはありますか？はい、普段はメールをチェックして、その日のタスクに優先順位をつけています。整理整頓をして、その日の目標を設定する良い方法です。集中力を保ち、生産性を保つのに役立ちます。仕事を始めるときに特に直面する課題はありますか？個人的な時間から仕事モードに切り替えるのが難しい場合があります。それは理解できます。バランスを取ることが大切だ。はい、その意向を見つけるのは時々少し難しいかもしれません。その課題を克服するための戦略やヒントはありますか？朝のルーティンを持ち、明確な境界線を設定することが役立つと思います。それは賢いことです。専用のワークスペースを作ることも違いを生むことができます。絶対に。指定されたワークスペースがあると、仕事モードに入るのに役立ちます。今日楽しみにしている特定のタスクやプロジェクトはありますか？新しいプロジェクトについて話し合うためにチームとミーティングがあるので、とてもワクワクしています。それは面白そうですね。コラボレーションとチームワークはやりがいのあるものです。間違いなく。共通の目標に向かって一緒に取り組むのはいつだって素晴らしいことです。アンナ、仕事で生産的で成功した一日を過ごしてください。ありがとう、ジョン。あなたにも同じことを望みます。ありがとう、アンナ。これからの一日を最大限に活用しよう。絶対に、ジョン。気をつけて、良い一日を。レッスン12、家で昼食を食べますか？こんにちは、アンナ。家で昼食を食べますか？いいえ、今日はレストランで昼食をとります。ああ、それはいい変化だ。どのレストランに行く予定なの？ダウンタウンの新しいイタリアンレストランを試してみようと思っています。イタリア料理は美味しそう。好きな料理は何か思い浮かべますか？私は彼らのパスタ料理を試してみることに傾いています。シーフードを使それはった素晴らしいものかも選択のしれません。ように思えます。シーフードパスタは本当に美味しい。そう願っています。彼らの食べ物について良い話を聞いたことがある。ランチに一緒に行く人はいますか？それとも一人で行きますか？職場の同僚を何人か連れて行くつもりです。それはいいですね。同僚とランチをするのはいつも楽しいです。はい、オフィスの外で絆を深める良い機会です。仕事に戻る前に昼食をとる時間は十分取れていますか？もっと長い昼休みを予定しているので、十分な時間があるはずです。
それは聞いてよかった。休憩をとって充電することが重要です。絶対に。生産性と全体的な健康状態の向上に役立ちます。考慮すべき食事制限や好みはありますか？制限はありませんが、軽くて健康的なオプションが好きです。それは良いアプローチです。体のニーズに耳を傾けることは重要です。はい、食べ物に関しては注意深い選択をするようにしています。アンナ、レストランで素晴らしいランチを食べてね。ありがとう、ジョン。楽しみにしてるよ。食事を楽しみ、同僚と素敵な時間を過ごしてください。ありがとう、ジョン。感謝するよ。良い午後を。あなたもよ、アンナ。気をつけて。レッスン13、いつ仕事を終えるの？こんにちは、アンナ。いつ仕事を終えますか？私は大抵毎日午後5時頃に仕事を終えます。一日の仕事が終わる頃の典型的な時間です。決まったスケジュールですか？はい、緊急のタスクがない限り、私にとっては標準のスケジュールです。今日完了すべき特定のタスクや締め切りはありますか？締め切りに間に合わせなければならないことがいくつかあるが、時間通りに終わらせることそれはができ聞いてよかるはずだ。った。時間を効果的に管理することは重要です。絶対に。生産性には時間管理が不可欠です。仕事をまとめるときに直面する課題はありますか？予期しないタスクが発生し、遅延が発生することがあります。わかりました。そのような状況では柔軟性が重要です。確かに。適応性は予期しない状況への対処に役立ちます。仕事の後にリラックスするための戦略や習慣はありますか？少し散歩したり、リラックスするために軽いストレッチをしたりするのが好きです。これは仕事からプライベートな時間への移行に最適な方法です。心をすっきりさせ、焦点を移すのに役立ちます。仕事の後に楽しむアクティビティや趣味はありますか？私は本を読んだり、音楽を聴いたり、愛する人と時間を過ごしたりするのが好きです。これらはリラックスして充電するための素晴らしい方法です。はい、仕事と私生活のバランスを取るのに役立ちます。アンナ、仕事で生産的で充実した一日を過ごしてください。ありがとう、ジョン。あなたにも同じことを望みます。ありがとう、アンナ。時間を最大限に活用して一日を楽しみましょう。絶対に、ジョン。気をつけて、良い一日を。レッスン14、仕事の後は何をしますか？こんにちは、アンナ。仕事の後はどうしますか？ジムに行って運動するつもりです。それはアクティブで健康を維持するための素晴らしい方法です。普段はどんなエクササイズをしていますか？有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせて行うのが好きです。これはバランスの取れたトレーニングルーチンです。あなたは普段どれくらいの時間をジムで過ごしますか？私は通常、ウォームアップとクールダウンを含めて約1時間ジムで過ごします。これはワークアウトセッションには十分な時間です。フィットネスの具体的な目標はありますか？私の主な目標は、全体的なフィットネスと筋力を向上させることです。それは取り組むべき素晴らしい目標です。一貫性が鍵です。はい、エクササイズを一貫して行うことで、時間の経過とともに進歩を確認できます。ワークアウト後、夜の予定やアクティビティはありますか？
家でリラックスした夜を過ごすつもりです。映画を見たり、本を読んだりするかもしれません。それはリラックスして個人的な時間を楽しむのに良い方法のように思えます。はい、自分のために時間をかけて充電することが重要です。本や映画で好きなジャンルや作家はありますか？いろいろなジャンルが好きですが、今はミステリー小説にハマっています。ミステリー小説はかなり興味をそそられます。そのジャンルで好きな作家はいますか？私は今、アガサ・クリスティの本を読んでいますが、彼女の文章は魅力的です。アガサ・クリスティはミステリーのジャンルで有名な作家です。読書を楽しんでください。ありがとう、ジョン。楽しみにしてるよ。あなたはどう？仕事の後の予定は？夜遅くにギターのレッスンに参加します。弾き方を覚えてきた。それは素晴らしい。楽器を演奏するのは素晴らしい趣味だ。上達具合はいかがですか？私はまだ初心者ですが、学習プロセスを楽しんで定期的に練習しています。それが精神です。練習すれば完璧になる。ギターのレッスンを楽しんでください。ありがとう、アンナ。そうします。仕事終わりのアクティビティを最大限に活用して、充実した夜を過ごしましょう。絶対に、ジョン。気をつけて、素敵な夜を。レッスン15、今夜、夕食を作ってくれる？こんにちは、アンナ。今夜夕食を作ってくれませんか？いや、代わりにテイクアウトを頼もうと思っています。これは便利なオプションです。何か特別な料理が思い浮かびますか？今夜は中華料理を食べたい気分だ。中華料理は美味しそう。好きな料理はある？私は甘酸っぱいチキンをチャーハンと一緒に食べるのが本当に好きです。それは古典的な選択です。それはいつも群衆を喜ばせる。はい、味と食感の美味しい組み合わせです。中華料理のテイクアウトが食べられるレストランはありますか？美味しい中華料理を作るお気に入りの地元のレストランがあります。それは知っておくと良いことです。地元のお気に入りには本物の味があることが多い。はい、彼らの料理はいつも風味豊かで満足のいくものです。中華料理のテイクアウトで何か特別なおかずや前菜はありますか？前菜として春巻きや餃子を注文するのが好きです。春巻きと餃子はいつも人気があります。美味しく、他の人とシェアするのにも最適です。家で居心地の良いディナーを楽しんだり、友達を招待したりする予定はありますか？今夜は家でくつろぎながら夕食をとります。くつろぎのひとときを過ごします。それはいいですね。一人だけの充実した時間を過ごすことが大切だ。はい、長い一日の後にリラックスして充電するのに役立ちます。アンナさん、中華料理のテイクアウトディナーを楽しんでいただければ幸いです。ありがとう、ジョン。楽しみにしてるよ。ボナペティ。素敵な夜を。ありがとう、ジョン。あなたも。気をつけて夜を楽しんでください。ありがとう、アンナ。それも気をつけて。良い夜を。レッスン16、好きなテレビ番組を見ますか？アンナさん、こんにちは。お気に入りのテレビ番組はいつ見ますか？私は大抵夕方の夕食後にそれを見ます。リラックスしてエンターテインメントを楽しむのに良い時間です。どんなショーなの？これは私がしばらくフォローしている犯罪ドラマシリーズです。
犯罪ドラマはかなり興味をそそられます。他に好きなジャンルはありますか？また、コメディや SF 番組を楽しんで、気楽なエンターテインメントを楽しんでいます。それはジャンルの素晴らしい組み合わせです。テレビの好みにバラエティがあるのはいいことだ。絶対に。物事を面白く保ち、様々なムードを提供します。お気に入りの番組を一人で見ますか？それとも誰かと一緒に見ますか？普段は一人で見ますが、ルームメイトや友達と見ることもあります。他の人と一緒に見るのは、特に話し合ったり反応を共有したりするのに楽しいものです。はい、視聴体験にソーシャル要素が加わります。新しいエピソードがリリースされる特定の曜日はありますか？はい、毎週水曜日に新しいエピソードが出るので、その時は必ず見ています。毎週楽しみにしている特定の日があるのはいいですね。見ている間におやつは？テレビを見ながらおやつとしてポップコーンやチップスを食べるのが好きです。ポップコーンとチップスは定番です。いいショーにはよく合う。絶対に。視聴体験を向上させる良い方法です。アンナ、お気に入りの番組を見て楽しい時間を過ごしてください。ありがとう、ジョン。ワクワクしているよ。現在興味のある番組や映画はありますか？最近、SF シリーズを見ています。とても魅力的でした。SF 番組は魅力的です。視聴も楽しんでください。ありがとう、アンナ。お気に入りの番組を楽しんで、素敵な時間を過ごしましょ絶対に、ジョン。気をつけて夜を楽しんでください。う。あなたもよ、アンナ。気をつけて。良い夜を。レッスン17、寝る前に本を読みますか？こんにちは、アンナ。寝る前に本を読みますか？はい、寝る前に本を読むのが好きです。寝る前に本を読むことはリラックスするのに最適な方法です。今、どんな本を読んでいますか？人気作家のミステリー小説を読んでいます。ミステリー小説はとても魅力的です。何があなたをそのジャンルに引きつけたのですか？私はサスペンスが好きで、キャラクターと一緒にパズルを解こうとしています。それはミステリーストーリーのエキサイティングな一面です。他に好きなジャンルはありますか？また、個人的な成長のための歴史小説や自己啓発本も楽しんでいます。歴史小説はあなたを様々な時代に連れて行ってくれます。好きな作家は？好きな作家が何人かいますが、新しい作家を発見するのも楽しいです。もちろん、新しい作家を探求することは、エキサイティングな読書体験につながる可能性があります。はい、読書の旅を新鮮で興味深いものにしてくれます。あなたは普段、寝る前にどれくらいの時間本を読みますか？電気を消す前に30分から1時間くらい本を読むようにしています。それは本に没頭するのに十分な時間です。特定の読書習慣はありますか？私は自分でハーブティーを入れて、居心地の良い読書スポットを見つけるのが好きです。それは居心地がよくリラックスできるルーチンのようですね。読書にいい雰囲気を醸し出してくれます。はい、本を楽しむのに役立つ落ち着いた雰囲気を作るのに役立ちます。就寝前に読書をすると睡眠の質が向上することが分かりましたか？はい、寝る前にリラックスして心をすっきりさせるのに役立ち、より良い休息につながります。それは素晴らしいです。読書は一日の疲れを癒すのにうってつけの方法です。
確かに、それは私が異世界に逃げることを可能にする平和な活動です。さて、寝る前に楽しい読書セッションをしてください、アンナ。ありがとう、ジョン。楽しみにしてるよ。他に夜のアクティビティはありますか？寝る前にリラックスできる音楽を聴きます。リラックスさせてくれます。それはなだめるような響きだ。音楽セッションを楽しんでね、ジョン。ありがとう、アンナ。二人とも安らかな夜を過ごして、明日のために充電しましょ絶対に、ジョン。気をつけて、安らかな夜の眠りを。あなたもよ、アンナ。気をつけて。よく眠れ。レッスン18、アラームを何時に設定しますか？アンナさん、こんにちは。何時にアラームを設定しますか？私は大抵毎朝午前7時に目覚ましをセットします。それは目を覚ますのに相応の時間だ。午前7時を選ぶ特別な理由はありますか？はい、準備をして、リラックスした朝のルーチンを過ごすのに十分な時間を与えてくれます。リラックスした朝のルーチンを過ごすことで、その日の残りの時間を前向きに過ごすことができます。絶対に。穏やかな気持ちで一日を始めるのに役立ちます。朝7時に起きやすいと思いますか？それとも何かコツを使ってベッドから出ますか？私は大抵複数のアラームをセットし、部屋の向こう側に目覚まし時計を置いて無理やり起きるようにしています。それは賢い戦略です。これにより、スヌーズボタンを繰り返し押すことがなくなります。はい、ベッドから出て、寝坊を避けるのに役立ちます。起床後、一日を始めるために最初にすることは何ですか？コップ一杯の水を飲んで水分を補給し、リフレッシュするのが好きです。朝の水分補給は健康的な習慣です。朝の運動習慣はありますか？軽いストレッチやヨガをして、体を目覚めさせて元気を取り戻すようにしています。ストレッチとヨガは、穏やかな動きで一日を始めるのに最適な方法です。はい、彼らは私がより目を覚まし、次の日に備える準備ができていると朝のルーテ感じるのィンの後、に役家で立ちます。朝食をとりますか？それとも外出先で食べますか？私は大抵家で朝食をとります。一日の始まりを穏やかに過ごすにはいい方法だ。家で静かに朝食をとるのは、朝を楽しむ素敵な方法です。絶対に。料理に舌鼓を打って、一日の始まりをマインドフルにスタートさせてくれます。さて、アンナ、爽やかで生産的な朝を過ごしてください。ありがとう、ジョン。あなたにも同じことを望みます。朝の予定は具体的にありますか？運動と新鮮な空気を吸うために、朝のジョギングに行きます。それは爽快に聞こえます。ジョギングを楽しんでくれ、ジョン。ありがとう、アンナ。二人とも朝を最大限に活用して、素晴らしい一日を過ごしましょう。絶対に、ジョン。気をつけて、素晴らしい一日を。あなたもよ、アンナ。気をつけて。素晴らしい一日を。レッスン19、午前中にメールをチェックしますか？アンナさん、こんにちは。午前中にメールをチェックしてくれませんか？はい、朝一番にメールをチェックする習慣をつけています。午前中にメールをチェックすると、整理整頓に役立ちます。それを行う特別な理由はありますか？これにより、タスクに優先順位をつけ、緊急のメッセージに迅速に対応できます。これは実践的なアプローチです。メールをチェックする時間を決めておきますか？私は通常、朝のルーチンの最初の30分をメールのチェックと返信に費やしています。
これはメール管理に割り当てるのに適した時間枠です。メールを効率的に管理するためのヒントはありますか？メールをフォルダーに分類し、優先度に基づいて宛先を指定するようにしています。整理整頓に役立ちます。メールをフォルダーに整理することは、プロセスを効率化するための優れた方法です。他に何か戦略はありますか？また、受信トレイをすっきりさせるために、不要なメーリングリストの購読を解除しています。不要なメーリングリストの購読を解除すると、受信トレイをすっきりさせるのに間違いなく役立ちます。スマートムーブ。ありがとう、ジョン。これは小さな一歩ですが、受信トレイをきちんと整理する上で効果があります。絶対に。受信トレイをきちんと整理しておくと、ストレスを軽減し、生産性を向上させることができます。お気に入りのメール生産性向上ツールはありますか？メールフィルターとラベルを使用して、受信メッセージを自動的に分類して整理しています。フィルターとラベルを使用すると、メールを効率的に管理できます。時間を節約し、整理整頓できます。はい、特定のメールを素早く見つけて、すべてを適切な場所に保管できます。メールにはすぐに返信しますか？それとも返信の時間を決めておきますか？緊急のメールにはすぐに返信するようにしています。それ以外のメールについては、返信時間を決めておきます。これはタイムリーな対応を確保するための良いアプローチです。コミュニケーションの効率を維持するのに役立ちます。ありがとう、ジョン。他のタスクに集中しながら、応答性のバランスを取るのに役立ちます。午前中に実りあるメールセッションができるといいんだけど、アンナ。ありがとう、ジョン。あなたにも同じことを望みます。他に習慣をつけている朝の習慣はありますか？少し時間をとって瞑想と10項を行い、澄んだ心で一日をスタートさせます。これはマインドフルネスを育み、その日のポジティブな雰囲気を醸し出すのに最適な方法です。2人とも生産的で集中的な朝を過ごそうよ、アンナ。確かに、ジョン。気をつけて、良い一日を過ごしてください。あなたもよ、アンナ。気をつけて、素敵な一日を過ごしてください。レッスン20、あなたは普段、いつ友達に電話しますか？こんにちは、アンナ。いつも友達に電話するのはいつですか？私は大抵仕事の後の夕方や週末に友達に電話をかけます。キャッチアップして会話をする良い機会です。どれくらいの頻度で電話をかけますか？連絡を取り合うために、少なくとも週に1、2回は友達に電話するようにしています。友達とのつながりを保つことは重要です。電話をかけたい日はありますか？特に決まった日はありませんが、2人とも空いている日を選びます。それは理解できます。双方にとって都合のいい時間を見つけることが大切だ。電話する特別な理由は？時々、私たちは一日についておしゃべりをしたり、興味深いニュースや最新情報をカジュアルな共有した会話をしてりします。お互いの生活について最新情報を入手できるのはいいことです。他にコミュニケーション手段はありますか？また、週を通してお互いにテキストメッセージを送信して、連絡を取り合い、簡単なメッセージをテキストメッ交換セージはしています。迅速なコミュニケーションに便利です。直接会う予定はありますか？はい、来月はコーヒーとキャッチアップセッションのために会う予定です。楽しそうですね。直接会うことで違ったレベルのつながりが生まれます。一緒に楽しむ特定のアクティビティはありますか？
私たちは一緒に散歩に出かけたり、新しいレストランを試したり、映画を見たりするのを楽しんでいます。これらは友達と共有できる楽しいアクティビティです。あなたには素晴らしい絆があるようですね。通常、電話はどのくらい続きますか？私たちの電話は話し合う内容にもよりますが、通常30分から1時間ほどかかります。有意義な会話をするには十分な時間です。特に話し合っているトピックはありますか？私たちは私生活から時事問題、共通の関心事まで幅広いトピックについて話します。物事を面白く保てる多様な会話ができるのはいいことです。さて、友達のアンナに追いつくのに楽しい時間を過ごしてくださいね。ありがとう、ジョン。楽しみにしてるよ。友達とつながる予定はありますか？今週末、友達とバーチャルゲームナイトを計画しています。とても楽しいはずです。それは絆を深め、楽しい時間を過ごすのに最適な方法のように思えます。ゲームナイトを楽しんでね、ありがとうジョン。アンナ。友情を大切にし、つながりを保ちましょう。素敵な時間をお過ごしください。絶対に、ジョン。気をつけて素晴らしい一日を。あなたもよ、アンナ。気をつけて素晴らしい一日を過ごしてください。